皆さん、こんばんは。今回は、ヴィレッジブリッジ。ここ、よく覚えてるって方。ここの BGM を覚えている方がたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。ずっとここにいたくなる、和やかで一息つきたくなる BGM。そして、その BGM を賑やかにするヴィレッジブリッジの方々。レンガでできた古風な橋と相まって、素晴らしい雰囲気があります。そんな雰囲気を少しでも出そうと、今回も頑張ったつもりです。ここは散々お話ししていた通り、一子環状線の接続。特に東西方向を合わせるため、かなりの大きさで作ることになっていたわけですが、まあ、このくらいの大きさでちょうど良かったんじゃないかな。まあ、なんだかんだ作っちゃえば、納得できちゃうんだね。ヴィレッジブリッジ周辺、ここと、西の11、東の12、総流して完成時に悩んでいた割には、うまくいった方だと思います。なんとかなるもんだねそんなわけで、一子環状線をつなげる、という点では思ったより悩まなかったのですが、ヴィレッジブリッジ自体を作るのには結構悩みました。冒頭、ここの雰囲気は素晴らしいと触れたわけですが、その雰囲気をうまく出すことができるかってことですね。具体的には、橋の手すりから中央のアーチ状の部分とか、やっぱり、橋の上から眺める川の景色ってのが好きでして、手すりを目線の位置に持ってくるのはちょっと抵抗があったのですが、結局、橋中央のアーチもどう作っても違和感が出ちゃって、そのアーチと手すりを色々と試行錯誤した結果、ご紹介したようなものになりました。そこでだいぶ悩んだ分、北西のバスケットコートと南東のテニスコート。この辺りはあり合わせのものでちょろ猫っと。まあ力尽きてました。
3D モデルとか使えば多少はマシになると思いますが、そこまでは、はい。でも、橋に立っている街路灯、これはモデルを作ったわけですが、結構、いい感じにできたと気に入っています。そうそう、あと重要なのは、当然その橋がかかる川。川はまたこの後、ワンダーブリッジあたりと繋げるため南を海王がするところをご紹介しますが、北の方は、これまた手つかずです。っていうのは、この川のビレッジブリッジ以北、どうも、タウンマップや公式イラストを見る限り、10番道路に流れている川に繋がっているようなんですね。まあこのマイクライッシュで繋げることができるか甚だ疑問ではあるんですが、そういう川の全体像が想像できる以上、10番道路作成時にでも、この川のビレッジブリッジより北部分は作りましょう。シリンダーブリッジより北の川はいつ作るんだ？そんなところも残ってたね。いつだろうね。それよりも、今はビレッジブリッジもそれっぽくできたところで、この南。何をするかっていうと、いつものです。今回は、ビレッジブリッジの川の水面と自然生成の水面に高低差ができてしまったので、そこをだんだんと下げたり、東側の川岸が、無理やりコピペしたための絶壁になってしまったため、適当になんか崖っぽくなるようでこぼこさせたりと、やることが多くて大変でした。西側は平野から繋がる一方、東側は山岳地帯の絶壁とすごい光景ですが、東側の土地は無理やりコピペしている以上、これが限界なんですお許しくれっぴー。といったところで、この川作りもこれでついに。どうでしょう。いやまあね、そんな何かすごいものが完成した、ってわけじゃないですが、これで、一種を南北に流れる川、東側も西側も、橋の周辺は全て完成しました。また、以前持ってきたさざ波周辺がある東の土地、ここの川岸も今回手を加えたことで多少は自然な感じになり、だいぶ、ハイリンクを中心とした一種の全体像、それっぽくなってきたんじゃないかな？もっとも、この一種環状線も、ブラックシティが完成しないことにはどうとも言えないわけですが、ここまで来たら、これ以上海王がやらグラードンやら、必要以上にしたくないです。ですので、おおよそ、これが、このマイクライッシュの、全体像となります。とは言っても、やっぱ西の川、広すぎるよね。東の川が完成して比較することでより違和感を覚えるような。まあ、そのうち、いつか、埋め立てましょう、多分ね。ということで、ビレッジブリッジ。と、そこからワンダーブリッジまでの川、でした。ここの橋を作るのにはだいぶ苦労しました、とお話ししたところですが、その分、ここのいい感じの雰囲気、が、出ていればいいなぁと思う限りです。川もまあ、もともと海なんですよってことを考えると、それっぽくなったんじゃないかな？ともかく、そんなわけでビレッジブリッジ、川も完成し、そういう作成時に悩んでいた、一種環状線をつなげる計画。あとは、最後に帳尻合わせをするために残したブラックシティ。帳尻合わせのため、という言い訳のもと、満足したものを作る自信が全くありませんが、あの独特の雰囲気の場所、その雰囲気だけでも頑張って出していきたいと思いますので、また次回、よろしくお願いします。